こんにちは、しますです。前回作った昇降装置にドリルを装着して横にスライドするドリルを作ってみました。冒頭で丸いものに丸い穴を開けるという遊びをやってみたんですけども、こういうことをする道具ではありません。これはデモンストレーションですね。パフォーマンスですね。こちら一般的な15,000円ぐらいのボール板なんですけども、こいつはね、この平面に穴を開けるのは得意なんですけども、ここにね、小口にね、穴を開けるのは非常に難しいですね。というか、無理ですね。そういったボール板の苦手なところをカバーしてくれるのが、この横軸ボール板ですね。本来ここに装着するのは、このようなドリルドライバーではなくて、通常の電気ドリルの方がいいと思うんですけども、これしか持ってなかったんで、しょうがないですね。このように簡単に着脱してフリーハンドで使うこともできるようにしてます。必要な時だけここにセットしてここを閉めればしっかり水平と垂直が出るようになってます。今まではね、このような小口加工をするときにはこのようなドリルガイドが便利ですよって紹介したこともあるんですけども、これだとね、ドリルのサイズとかこの水平度合いのサポートも正直限界がありますからね。こういう道具を作ってしまった方が複数の箇所に同じ加工をするのには便利ですね。そして今、加工の高さはこの辺ですけれども、前回紹介したこの昇降機構がその高さの設定を担ってくれます。このラインで 10mm 動かせば高さが 1mm 変わる。100mm 動かせば 10mm 変わる。そういう感じで狙った寸法に微調整できるわけですね。最大の高さの調整幅は 30mm です。この機構によって 0.1mm 単位での調整っていうのも可能になるわけですね。気になる方がいたら前回の動画もチェックしてみてください。でドリルを装着すれば横軸ボール板ですけども、これを取り外してしまえばで丸ごと違うやつに交換してしまえば違う道具になるっていう風になってます。こっちの固定装置やフェンスなんかは共通ですね。そしてこれ固定用のフェンスなんですけども、このような非常にシンプルな構造をしています。この辺を押さえてこういうふうに締めればだいたい直角が出ます。ここの穴を長穴にすればこのように装着してで前後の位置調整ができて、この奥行きを止めるフェンスにもすることはできますね。自在角度のフェンスはよく知られたこの一本溝の板切れでこのようにつければ自在な角度で調整することができます。そしてこのフェンスに材料をセットするわけですけども、前後にね滑るんですよ。だから滑り止めとしてここにサンドペーパーを貼り付けています。そしてクランプなんですけども、このようなホールダウンクランプ、これだとこのように縦の押さえの力しか効かないんですね。あまり強い力で押すと動くんですよね。なのでもっと原始的なこのようなクランプ、これだと力のかかり方はこうですよね。こっちに押さえつけるのとこっちに押さえつけるのをこれ1枚でやってくれるので非常にシンプルで便利です。これはいくら押しても動かないですね。台が動いてますね。こういう小さい丸棒なんかもしっかり押さえることができます。これ気に入ってるんですけど、あまり出番がないですね、ここでは。で、ここはね、ここがここに当たってまっすぐになります。合わせ方としては MDF を単純に貼り付けて、それをスコヤで合うように合わせてるだけです。で、ここにぴったり合うように切ってるんですけども、どうやったかというと、
こういう感じですね。ここに入れてる白いスペーサーは水平を合わせるためのものです。これを入れた状態でクランプを締めて、まっすぐなステンレスの棒を使って水平が出ているかをチェックしています。ちなみにこの横軸ボール板は 16.8 にした時に高さが 10mm になるようになっています。なのでこういうところにメモしといたら、ここに足し算することで好きな高さに穴を開けることができます。試しに 15mm で穴を開けてみましょうか。この辺かな。このふうに、15開いてますかね、大体。もうちょっと掘ってみましょう。こういう感じの道具なんですけども、ちょうどね、この間作ったテーブルのこういうところ、これ紹介したドリルガイドを使って、十分できたんですけども、そういう時にこれがあれば、もうちょっと簡単にたくさん早く開けることができたんでしょうね。ちなみに普通のボール板と違って、このような先ネジのやつも使うことができるんですね。電池がなくなった。早い。でもこういう方がブレにくいでしょうけどね。で、こういう長いドリルを使えば、こういう貫通穴も開くんですけども、これはこのドリル自体が木目によってもうバンバン振り回されるんで、まっすぐは開かなかったですね。全然。でもこういうチェリーみたいな参考材だったら、比較的まっすぐ開くかもしれないですね。ちょっと試してみましょうか。ちょっとマークつけて、すごいずれてますよ。こうでしょ？こうですね。この辺どんぐらいずれた？ 1 センチぐらいずれた。木目で流れるんですよね。どうしても。というわけで横軸のボール板を紹介してきました。こいつを使ったシリーズは次トリマーですね。こいつつけるときはここに巻いたスロットを埋め込んでスライドするようにしようかなと思います。でこっちにもスライドしてドミノジョイントみたいな使い方ができればいいかなと思います。というわけでこの動画があなたの DIY の参考になれば幸いです。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、あとベルボタンもどうぞよろしくお願いします。それではどうもありがとうございました。